いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は釣りとバイクの関係についてお話しします。一見全く違う世界のように見える釣りとバイクですが、実は多くの釣り人がバイクに魅了され、逆にバイク乗りが釣りに惹かれていく、そんな現象があるのをご存知でしょうか。風を感じながら走ること、そして自然と向き合い魚と駆け引きすること、この2つの趣味には共通する価値観と美しい時間の過ごし方があるんです。今回は釣りとバイクはなぜ相性がいいのかを深掘りしていきます。今回の結論です。釣りとバイクはどちらも自由を愛する人のための趣味であり、2つが重なることで移動が冒険に変わる。今回の目次です。バイクが釣りに与える5つのメリット。バイク調校の工夫と現実。釣りとバイクの共通点とは。バイクでしか行けない釣り場と出会い。それでは順に見ていきましょう。バイクが釣りに与える5つのメリット。まずはバイクで釣りに行くことで得られる自由なメリットから解説いたします。アクセスの自由度。バイク最大の強みは小回りの利く移動。車では入りにくい細道や駐車スペースのない堤防、河川敷などもスイスイ行けます。つまり人が少ない穴場にアプローチできる確率がぐっと上がるんです。時間の自由。釣り人の朝は早い。バイクなら渋滞を避けて早朝の釣り場にストレスなく到着可能。朝まずめに間に合う確率も高くなります。コストの自由。ガソリン代、駐車場代、高速代、すべての移動コストがバイクの方が圧倒的に安く済みます。軽装で調校できる人にはまさに経済的な相棒です。旅としての自由。車だと移動手段になりがちな道中がバイクなら冒険になります。寄り道を楽しみ、風景に感動しながら釣り場へ向かう。これはバイクだからこそ味わえる魅力です。心の自由。バイクと釣りに共通するのは孤独を楽しむ力。誰にも邪魔されず一人で自然と向き合う。その時間が自分と向き合う贅沢へと変わります。バイク調校の工夫と現実。とはいえ、バイクで釣りなんて荷物どうするのという疑問も当然あるでしょう。ロッドケースを背負う場合はコンパクトロッドやテレスコピック、伸縮式ロッドの活用も有効。小型タックルボックスはリアキャリアやサイドバッグに収納可能。さらにバイク調校専用カスタムも存在します。近年、釣りとバイクというライフスタイルに向けた専用カスタムやパーツも増えてきています。ロッドホルダー付きリアキャリア。ロッドを背負わずに収納固定できる。転倒リスクや疲労感を大幅に軽減できます。マルチパーパスボックス。防水仕様のツーリングケースを改造し、餌、仕掛け、リールなどを整理収納。クーラーボックスの固定と兼用できるモデルも。サイドバッグとクッションベルト。左右のバランスを取りつつ、片側に釣り具、もう片側に撮影機材や雨具などを格納。ハンドルポーチとタンクバッグ。ラインカッターやプライヤーなどの小物を手元に。釣り場に着いたらすぐに使える。折りたたみ式ロッドスタンド付きケース。釣り場での設営も楽になるギミックが搭載されたものもあり、動くタックルベースとも言えます。このようにバイク調校は単なる移動手段ではなく、装備や道具の一部としてカスタムできる喜びも備えているのです。車では味わえないこの乗り物を自分の釣りスタイルに合わせて育てる楽しさもバイク調校の大きな魅力です。実際にバイク調校している人の SNS などを見れば驚くほどスマートな積載術が紹介されています。またバイク調校では機動力重視の釣りが向いています。例えばライトゲーム、アジング、メバリング、エギング、小物狙いの渓流釣りや源流域、ちょい投げ、浮き釣りなどがぴったり。逆にコマセを大量に使う浮き深瀬や磯釣りのような重装備系はあまり現実的ではありません。
ただし安全面の配慮も忘れずに、ロッドの飛び出しでバランスを崩さないようにする。燃料の給油やタイヤのメンテナンスを定期的に。ヘルメットや装備は釣り仕様と両立できるものを選ぶ。バイクも釣りも自然を相手にする趣味です。安全第一で準備しましょう。釣りとバイクの共通点とは？釣りとバイクはなぜこんなにも相性がいいのでしょうか？それは目的のない移動を楽しめるからです。釣りは魚を釣ることが目的のようでいて、実は自然の中で過ごす時間こそが醍醐味。バイクもまた、どこかに到着することよりも走ることそのものに価値があります。そして両方とも季節の変化に敏感になる。風や光、匂いに気づく。静けさの中に音を楽しむといった感覚を取り戻す趣味でもあります。さらに釣りとバイクのどちらにも共通しているのが孤独の行程。一人で海を眺める時間。一人で山道を走る時間。その静けさの中に静かに存在する贅沢。だからこそこの2つの趣味に共鳴する人が多いのだと思います。バイクでしか行けない釣り場と出会い。バイク釣行をしていると地図にはない釣り場に出会うことがあります。海岸線沿いの崖下の入り江。車では入れない橋の下の流れ込み。山間部の湧き水が流れる渓流。こんな場所にこんな魚がいたのか。道なき道を行って見つけた一尾。そんな感動がバイク釣行にはあるのです。釣果よりも発見が主役になる。そしてどこにも載っていない自分だけの釣り場ができる。それがバイクと釣りの醍醐味です。いかがだったでしょうか？釣りとバイク、それぞれが持つ自由さと孤独の中に共通する価値観があります。風を感じながら走るバイクと自然と向き合う釣り。この2つを掛け合わせたとき、そこには移動を超えた体験があります。きっとどちらかが好きな人はもう一方にも惹かれるはず。もし釣りを愛しているなら、ぜひバイクにも目を向けてみてください。そしてバイク乗りでまだ釣りを知らないなら、きっと釣り場があなたを待っています。今回の動画が良かったなと思われましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。